らに材料の方、母材ですね、供給いたしまして、板を一緒に飛ばします。ちょっと足元気をつけてください。で、1枚の板をここでスリッターを取りますね。スリッターと言いまして、ここでカット、を行って製品となっております。切り、その後こちらで巻き取り作業を行います。こういう製品が出来上がります。あ、これは出来上がった製品なんですか？そうです。はい。先ほど幅が大きかったのが、小さくなって出てくる。もともとメーターぐらいですね。そうですよね。はい。あちらの検査員といいまして、板に不良がないかという、確認しております。すごい。なるほど。さっき機械を見て思ったんですけど、はい、結構地面の空間が広い場所があったと思うんですけど。はい、あれですね。ループ制御といいまして、板といっても、一律一緒の板圧ではないんですね。板圧が違うのを何重にも巻いてしまうと偏差といって、上下してしまいます。それの調整をとっております。なるほどなるほど。はい、ちょっとこれ回るんで。はい。さん、この回転は何の作業に移るための回転なんですか？ですね、これはスリッターといいまして、板をカットする機械になっているんですけども、それを2つあります。効率を上げるために、ライン自動運転中にもう1個のバーの方ではぐみ作業を行って、セット完了次第回してカットするという方式になってます。なるほど。この場所はですね、トリムといいまして、母材の両エッジにスクラップが出るんですね。それを今溜めとく場所になっております。そしたら出ます。こちらも先ほどと同様で、こちらに母材のコイル、が乗っています。それを、機械に入れまして、1枚の板に伸ばします。で、機械を通盤といいまして、機械の上に通していく作業を行いまして、足元気をつけて。こちらの機械で、スリット、板の切断ですね、を行っております。その最初の1号機と、こっちの2号機の違いは何ですか？板の厚みですね。これを切れる、機械の力、が違います。こちらの機械は一応 0.8 ミリから、6ミリまで切れて、あちらの機械は 0.35 から、3.2 ミリまで切れる仕様になっております。先ほど言ったループ装置がこちらになります。深いですね。深いです。下に降りたりするんですか？下は清掃等で降りる場合はありますね。センサーがついておりまして、この後半が一番上に上がってきたりとか一番下についてしまうと、板に傷がついてしまうんで、センサーでそのエラーを拾っているんですが、そこにホコリとかがついてしまうと誤作動を起こしてしまうので、そういった清掃などは行っております。そしたらこちらで、コイルの巻き取りですね。
ボイラーといいまして、あそこで巻き取る作業を行っております。はい。結構スピード速いですね。あ、そうですね。これは分速100メーターぐらい。100メートル。はい。さっきグーサインを出されてた方がいましたけど、は巻き取り準備 OK だよ。あ、そうです。スピードを上げて OK ですよというサインをオペレーターに送って、そこからラインスピード上昇を行っております。今こちら側は何の作業されてるんですか？こちらはカットした製品の梱包作業になりますね。縦のバンドをかけて、今からこれを機械から外に出す作業、排出作業を行います。排出されたらあちらにあるコイルのように、アームローダーという機械に、置かれて、そこを今度横バンドといって、こちらも梱包作業を行います。こちらの梱包作業終わったらコイル溶かすと思うんで。今こちらは、頭止め作業、今これ電池止めっていうんですが、はい、その作業を行って、打ち止めですか？電池止めあで電池止めペンチでグーッて止めるんですよね。板圧が薄い、これ 0.35 の板なんですが、そのままコイルを地べたに置いてしまうと、内径側が薄すぎてペロンって下がってきてしまうんですね。それをペンチあのような形で止めてあげて、垂れ下がりをなくしている。なるほど。結構力のいる作業ですか、ペンチ止め？コツが欲しいですね、力ではなくて。これさん、今から動かします。今から動かします。こちらのクレーンでは、出荷前準備ですね、着先別仕分け、納期別仕分け、しておりまして、出荷前準備まで行っております。ここまでの作業が終わったらもうトラックに乗せられるぐらいですか？そうですね。一応ここの置き場は仮置き場にしまして、
出荷名最初、が届きましたら、出荷名最、1台に乗せるトラック分を、仕分けしまして、あちらが出荷場となっておりますので、あちらに運搬して出荷前準備完了となります。クレーン作業の注意点としてはどういったところですか？注意点ですね、重量物、扱っておりますんで、落下する可能性があります。なので、作業員ですね、の近くに寄らないようなことと、作業者の近くでどうしても作業する時もあるんで、作業者近くにいないか当たらないかの確認ですね。やっぱり物が重たいからそんなに速くは動かないですね。スピードはそうですね、クレーンのスピードよりは速くは動かないんですが、2ブレ、ヨーヨーみたいな感じでもいいですかね。なるほど。ああなってしまう時もあるんで、そこら辺はちょっと技術が必要と言いますか。どんどん振り幅が大きくなっちゃう。そういうのもあるんで、クレーンには第一には近づかないのが一番かなとは思います。